こんにちは、さきです。今は真夜中です。インスタの質問に答えます。日本の有名な俳優は誰ですか？まず有名な俳優さんは長澤まさみさん、石原さとみさん、菅田将暉さん、佐藤健さんとかです。もうたくさんいますね。私の好きな女優さんは長澤まさみさんです。日本語勉強でモチベを保つ小さなことは、私は日本人でネイティブなんだけど、私が英語を勉強してた時はたくさん音楽を聴いてました。あと英語で恋愛リアリティショーを見る。今食べてるトゥーンバなんだけど、びっくりするくらい美味しい。えぐい。なんか全然辛くないし食べやすいです。みんなはトゥーンバ食べたことありますか？リアリティショーの話なんだけど、もし日本のリアリティショーを見るならアベマ TV がおすすめです。私英語を勉強してた時、英語の発音がめっちゃかっこいいって思ってた。この気持ちわかる？みんなは日本語のリズムとか話し方とかどう思う？やっぱり自分が楽しめるものが大事だと思います。あと実際に留学してる人のブログを見る。なんか自分が実際に行きたいって思ってるから、見るときちょっと悔しいけど、夢だからモチベがめっちゃ上がると思う。公共の場で手をつないだりするのは変ですか？手をつなぐのはいいと思います。手をつないだり手を組んだり、そういうカップルはたくさんいますね。でもそれ以上はちょっと変かもしれないです。10人中10人はしてないと思います。街を歩いてて今まで一回も見たことないです。東京に旅行した時も。私の考えだけど。でも東京の夜の時間帯とかはそういうカップルもいるかもしれないです。わかんないけど。でも基本は手をつなぐのは変じゃないです。学校の規則は厳しいですか？はい、めっちゃ厳しいです。学校によるけどほとんど厳しいです。私の高校ではメイクはダメだし、眉毛を整えるのもダメでした。髪型もポニーテールはダメでした。おかしいですよね。ちょっと変です。私は田舎だったので特にそうでした。でも時代は変わりつつあるので、ルールは少しずつ変わってきてます。でも基本的には厳しいと思います。
日本語の当たり前っていう言葉は日常生活で使いますか？使います。でも状況によると思う。例えば友達との会話で、今日財布持ってきた？いや当たり前でしょとか、さっきってお風呂の後髪乾かす？当たり前でしょみたいな、こういう感じで使います。このトゥーンバなんだけど、私2杯くらい食べれます。途中でチョコのお菓子を食べました。これすごいおすすめです。中にゼラチンが入っててもちもちしてます。前の動画でもシェアしたけど、スーパーでチロルチョコを買えるから、もし見つけたときは買ってみてください。漢字を覚えるのに一番いいものは何ですか？これは絶対に漢字ドリルです。前の動画でも見せたけど、私が小さい時から使ってました。私は日本人だけど、小学生から多くの日本人はこれを使います。でも今は時代が違うから変わってるかもしれないです。これはレベルが細かく分かれていて、1年生から使い始めます。めっちゃ分かりやすいです。でも今販売されてるか分かんないです。付き合う前に告白しますか？付き合った後に告白しますか？これすごい面白い質問だよね。日本は告白の前に付き合うっていう概念がないです。なんか聞いたことあるのは、アメリカとか告白の前に普通にほぼカップルになるみたいな、デートしたり友達にも話したり、日本はそういうのがほぼないです。で、あまりしてはいけない告白方法っていうのがあって、それは